はい、それでは時間になりましたので SBI グローバルアセットマネジメントの第2四半期の決算説明会を始めさせていただきたいと思います。まずは平素より私ども格別のご後輩を賜りまして誠にありがとうございます。この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げます。早速でございますがプレゼンテーションに沿ってお話をさせていただきたいと思います。決算打診の方もですねご案内させていただいておりますが、ご案内の通り売上、営業利益、経常、当期利益、全ての数値において過去最高の数値ということでございます。また売上並びに全ての利益項目におきまして2桁の増収増益、ちなみに経常当期利益につきましては14期連続の増益ということでございます。ご案内のように今日日経平均668円安と、株安、そして円安、そして金利高の債券安と、なかなかトリプル安というのはないんでございますけど、非常に厳しい環境であることは間違いないということでございます。そんな中でももうご案内の通り今申し上げましたように売上におきましては12期連続の増収、そして経常14期連続の増益、当期利益におきましても14期連続の増益ということでございますので、今申し上げましたように私どもは厳しい環境があっても増収増益を続けていると、まさに数字がファクトであるということでございますので、この厳しい環境の中でもしっかりとした売上利益を上げていくようなポートフォリオというものをしっかり構築してきているというのが、この数値の証左ではないかなと思っております。セグメント別で見ますとやはりアセットマネジメントが大きく伸びております。30% の増収、残念ながらファイナンシャルサービス事業は 4.7% 約5000万の減収でございましたが、こちらは後ほどご説明申し上げますが、ご案内の通り3月末でモーニングスターのブランドを変換をしたということで、その影響が大きいんではないかというような数値ではあるかもしれませんが、実はモーニングスターのブランドが関わる投資信託のデータであるとか、あとはウェブ広告セミナーにつきましては昨年の同期よりは増えており、この減少の要因というのは株式関連の情報、つまり株式新聞のオンラインを含む、そのあたりの減収というのが極めて大きかったということでございます。こちらのように昨年同期末の比較で見るとほぼ変わらず、売上がアセットマネジメントの大きいですね 80% まで伸び、そしてファイナンシャルサービスが2割のですね構成比というふうになっております。今申し上げましたように上から見ていただきますと、やはり SBI アセットマネジメントの 41% の増収が大きいということです。カーレーアセットマネジメントはアメリカのニューヨークにある会社でございますが、こちらはですね主に債券を中心とした運用会社でございます。でもうご案内の通り昨年からずっとこの第2クォーターまで債券は非常に厳しいですよね。アメリカの金利が3月で下がると思ったらまた上がってきてということで、10年債は 5% にタッチしたということで、かなりアゲインストな状況ではありましたが、なんとかプラスを保つことができたということでございます。先ほど申し上げましたように旧モーニングスターの事業であるタブレットの端末のデータ、そして各金融機関が私どものデータをオンライン上で活用するスマートフォンや PC 向けのデータ、あとは残念ながらこのスマートフォン PC データの一次開発ですね、要は開発を請け負ってそこでイニシャルである程度のいくばくかの収益を得させていただくと。イニシャルとランニングの定常的なものっていうのは分けられるんですけど、このイニシャルというものはやはりこうですね、四半期または半期によって期ずれとか凸凹がありますので、残念ながら前年同期に比べて数字が上がってなかったということでございます。経常的な数字だけ積み上げとしてプラスになったということでございます。
であとメディアソリューションですね。ご案内のとおり昨年のこの今頃というのはまだコロナの状況でございましたので、対面のセミナーを中心としたスポンサー収入が大きく減少しましたので、そこからこの5月のいわゆる5類に分類変更したことによってセミナーを積極的に展開をさせていただき、それに関わるウェブ広告、こういったものの収益が上がったということで、対前年同期 24% の増収ということでございます。従いましてこの数字だけを見ると、3月末に返還をしたモーニングスターブランド、モーニングスターからウレスアドバイザー社という形でこのファイナンシャルサービス事業を展開しておりますが、さほど大きな影響は受けずに、しっかりとした安定した収益を上げれたということでございます。またこの営業利益でございますが、先ほどファイナンシャルサービスのところが5000万ほど減収ということでございましたが、コストの削減と、あとは旧モーニングスターの事業のデータとウェブ広告、セミナー広告というのは株式関連情報の減少した分に比べて利益率が高いんです。したがいましてこの昨年同期の約 26% の営業利益率から今般 29% の営業利益に上がっているということでございますので、セグメント別の営業利益についてはアセマネ、ファイナンシャルサービス両方とも前年同期に比べて増益を確保できたということでございます。従いましてこの営業利益のいわゆる構成比に関してはほぼ変わらずという形で、売上については先ほど申し上げましたように今期はアセマネが約8割ということでございましたが、これを見ていただくとファイナンシャルサービス事業の方が利益率の方が高いということが見て取れるんではないかと思います。それでは個別の事業として見ていきたいと思いますが、今申し上げましたようにこの10月から入って厳しい環境続いておりますが、実は4月以降、つまり私どもの年度ですよね。年初ということで見るとまだ米国の株等もですね上がってはおりますけど、4月から見ると左見ていただきますと世界株オールカントリーのですねインデックスは100がほぼ100に戻っているという状況で、途中ぐわっと上がりましたけど、残念ながら9月10月にかけて大幅に下がっているということでしたので、したがって決していい環境ではなかったということですね。さらに言うと右側のこの債券につきましては先ほど申し上げましたように金利がぐぐっとですね3月1回下がったのがまたさらに上がっているということでございますので、これはアメリカもそうですし円も 0.89% ですか、今日10年債金利が上昇してますが、来週の33日の日銀の政策決定会合どうなるかということでございますけど、じりじりとですね円の金利も上がってヨーロッパも上がっているということで、これは価格でございますので、金利が上がっているということは価格がずっと右肩下がりになっているということで、債券においても厳しい環境でございますので、ちょうど2022年、昨年が株債券両方下がりましたね。それと同じような状況がまた来てしまっているということでございます。繰り返しになりますが、こういう相場環境でもきちっと売上利益を上げていくということが、企業にとっては極めて重要であるということだと思います。そんな中で今申し上げましたように厳しい環境ではありますが、5兆円運用残高を突破しているということで、全体を見ると昨年同期末から比べて 12.4% 増でございますが、このオレンジ色のバーのところが最も伸びたところで約7割、これがインデックスファンドであるということでございます。世の中的にはアクティブからパッシブというような動きになってきましたので、それを積極的に我々はさまざまな商品を投入し、そして既存の商品も底上げしているということではないかと思います。そんな中、これが非常に特徴的なグラフではないかと私は思いますが、資金純流入ですね。つまり、運用のパフォーマンスではなくて、お金がどれだけ入ったかどうか出てったかどうかというのを我々よく見ております。で少し凸凹がありますが、2020年1月から22年1月からでいうと、合計21ヶ月ですね。21ヶ月の平均が約350億ということなので、月ですよ、月平均。
350億というのは結構大きいんではないのかなと思います。直近でいうと400億を超えてきているということなので、このいわゆる資金流入がどれだけ大きく増やせるか、これが重要ではないかと思ってるんですね。これがアクティブだとやはり売られたりですね、買われたりという結構凸凹が大きく、特に対面の金融機関に依存するビジネスモデルだと、この資金流入っていうのは今の相場であるとおそらく資金流出の方が大きくなってしまうということなんです。我々が依存するのはやっぱりネット証券 SBI グループ SBI 証券を中心とした会社でございますので、とにかく積み立ての金額を増やしていくということが重要だということだと思います。そんな中でこれ SBI 証券1社からのですね受益者と積立口座数なんですけど、受益者数がなんと180万口座を超えていると、180万人ですね。で積立口座がその中では約130万人ということで、両方とも3割ぐらい伸びているということでございます。ここの伸びっていうのは非常にこうですね、キーなファクターだと思っておりますが、今回 SBI 証券がゼロ革命という形で国内株式手数料をゼロにするということで、相当口座開設数が増えているというのを聞いております。さらに加えて新しい NISA ですね、2024年1月から始まる NISA っていうのは大幅にそのいわゆる非課税の枠が拡大するということでございますので、それによって我々のこの受益者数と積立口座数も来年からはさらに一気にこの右肩の角度が上がってくるんじゃないかと、そういうふうに期待を持っております。で私どものインデックスファンドの購入経路は今申し上げましたように、もう圧倒的に SBI 証券、SBI 証券だけではないですけど、ネットチャンネルがこの 99.8%、 この構造が非常に大きいわけですね。今申し上げましたように対面の銀行証券会社ですと、やはりこのあれですね、営業の方がどうしても売って違うものに乗り換えながら手数料を設けたいというですね、なんとなくそういうようなですね、意図が時折やっぱ感じてしまうということなので、ネットのやはりお客さんであると特に積み立てがやはり多いので、今のような相場環境でも例えば積み立ての金額を毎月5万円だったのを4万円にしようかっていうような動きは出てきてもおかしくないですけど、対面のように100万円投資したのを一気にゼロにするというような動きはありませんので、そういった意味では極めて安定した残高を伸ばし、安定した売上を伸ばすことができる。したがって12期連続の過去増収、14期連続の増益が継続できるということでございます。一般のネットチャンネル、そして右側が NISA、iDeCo でございますが、今申し上げましたようにこの NISA が爆発的に大きくなるということですね。積立 NISA が年間40万円が120万円になると、一般 NISA が今の年間120万円が240万円になると、合計360万ということですので、今積立 NISA が中心として我々の S&P500 であるとか全世界の雪だるまを買っていただいておりますけど、そういったお客さんは積立 NISA 対象のお客さんなので年間40万円しか投資できなかったですね。それが120万円はおろか360万円成長投資枠を使えば月々3万3000円しか投資できなかったのが月々30万円まで投資できるということなので、つまり10倍になってもおかしくないということですよね。でもっと言うと、いわゆるクレジットカードで投資ができるのが今まで月5万円だったのが10万円まで倍増するということなので、今 SMBC との連携でオリーブというですね口座数が大幅に SBI 証券で伸びておりますが、そういったポイントを使って投資をするお客さん、それが5万円から10万円伸びるということは我々にとってもかなりのフォローの数が増えてくるということでございます。我々は従ってどんどんそういった積み立て投資枠、成長投資枠で投資できる商品を投入していくということが極めて重要であるということでございます。そんな中でこの公募投信全体除く ETF ですけど、それが3年前と比べてどれだけ伸びてるかっていうのはこのグラフでございますけど、3年前は我々は3500億ぐらい、ところがこの9月末は約1兆9000億ですから2兆円弱でございます。これ公募投信だけですよ、 ETF 除く。つまり13位で伸び率を見ていただきますと、
一番上の三菱 UFJ アセットはこれはほぼインデックスの伸びですね。ご案内 EMAXI SLIM というですね、インデックスシリーズを早い時から始められましたので EMAXI SLIM 伸びてますけど、おそらくアクティブはそれほど伸びてはいないんではないかと思います。野村さん、汗マネさん、また大和さん等は 30%、40% もちろん伸びておりますが、3年間で合計の伸びとしては我々 SB アセット 5.7 倍でございますから、圧倒的に大幅に伸びているということでございます。で、今申し上げましたように新しい NISA、そしてゼロ革命によって大幅にさらにこれは伸び率が伸ばせるんではないかと私は思っております。で、インデックスファンドだけを見ると資金流入額というのはこの1年間で見ると先ほど言いました三菱 AJ の EMAXI SLIM が圧倒的に大きいんでございますが、私どもは第2位ということで、大手の野村大和三菱住友 DS アセマネワン、そういったところをすでにインデックスにおいては凌駕しているということでございます。で、個別の資産クラスで見ると、例えば米国株、つまり私どもはインデックスファンドの中でどの資産クラスでも常に上位トップ10の中には入っているというのが重要ではないかと。もちろん1位というのはすごく大事なんでございますけど、1位じゃなくてもこのランキングに必ずですね顔を見せているということが重要ではないかと思っています。ちなみに米国株においては SP500 全米、これが2本ですねトップ10に入っているということでございます。資金流入額のランキングですね。そして全世界においては3位の雪だるま、そして V シリーズの V 全世界、そして雪だるまの先進国だけということで、グローバルの株式でもトップ10に3本私どものファンドがランクインしているということでございます。新興国株の複数国も2本、そして単一国というのはこれインドが並んでますが、必ずしもこれインドだけじゃないです。単一国というのは中国、インド、ブラジル、メキシコ、そういったインドネシア、いろんなファンドありますよね。そういったものを総称して、上は新興国インデックスなので中国を含む新興国の複数国に投資をしているファンドの中でのランキング、下は単一国のランキングですが、ご案内のように今圧倒的に人気があるのは中国、ブラジルじゃなくてやっぱインドなので、したがってたまたまトップ3にインドが入っているということなんですけど、我々のこの2位のですねファンドというのは実は9月20日に設定をして、設定でインデックスファンドで50億というですね、この今年のインデックスファンドではナンバーワンの設定額ですね。で、今96から97億ぐらいになってますので、おそらく一両日にこの残高は100億にいくと、わずか1ヶ月ぐらいでということなので、ある資産クラスにおいては凄まじい伸びを示しているということですね。あと債券ですね。債券は金利が上がって債券の価格が下がりました。ただし今持ってる人は厳しいですけど、これから入る投資家にとっては非常に魅力的ですよね。 5% の利回りがつきますから。で、円債でも1% 以上超えてくるということになると、比較的安定して運用したいというニーズがありますので、米国債券ファンドは1位と3位がうちのファンド、あとはスタグフレーション、景気後退ということで我々金のですねファンドを立ち上げましたが、この2番目のですねヘッジなしのファンドももうすぐ20億になってきますけど、それだけですね残高がしっかりと積み上がっているということでございます。そんな中で新しい商品をどんどん投入していく。つまり新しい商品というのはどういうことかというと、投資家の方が新しい NISA で積立投資枠、成長投資枠で自分でポートフォリオを組みたいといった場合に、そのポートフォリオを組む際のいわゆるですね一つのですね資産クラスとして選んでもらうというのが我々の考え方でございます。ですから投資家のニーズがある中でそのワンピースというものが抜けてるということはあってはならないと。実はこういうファンドがあったらいいなというのが、例えばこのグローバルサウスなんていうのはこれ国内初で設定しましたが、昨年の6月の株主総会で浅倉さん、ぜひ中国を除く新興国のファンドを作ってくれというようなご意見がありました。つまり先ほどの新興国複数国の 35% と 40% はもう中国なんですよ。中国と香港。ただ中国には投資をしたくないと、中国を除いて
やっぱ成長性のある新興国に投資をしたいんだ、しかもコストの低いファンドでインデックスで投資をしたいというようなニーズを我々は何かできないかということで、いろいろ考えた挙句、やはり今グローバルサウスというのは非常に注目されてますよね。これもインドを中心なんですけど、東西の対決から中立的な立場で、しかも成長性があるということでございます。ロシアがウクライナに侵攻して、そのいわゆる侵攻に対することに対してはけしからんと。ただし制裁もけしからんということの中立性を保っているのがインドを中心としたグローバルサウス。つまりグローバルサウスの地域っていうのはどちらにもつかないということで、逆にどちらのですねところからも両方から益を取るというような地域であるということで、これ 0.58% の信託報酬ですが、全く類似ファンドってはないんですけど、ASEAN の同じようなファンドと比べると約3分の1ぐらいのコストでこれ買えるということでございますので、これもすでに10億を超えているということでございますので、これは低いか多いかっていうのは皆さんのご判断ですけど、我々は初速が5億10億でもやっぱり積み立てでどんどん増やしていただけるということなので、ですからこういったラインナップをしっかりと設けていく。先ほどの米国債券とか金とかの純資産の数字見ても大して大きくないぞと思われるかもしれませんけど、それをどんどん積み上げていくということが大事だということなんですね。例えば今売れてるのが米国の S&P500 であるとか全米である。で我々の一番のトップが米国 S&P500 の1兆円超えてるファンドです。ただし米国の株もちょっとピークアウトしてくるぞと、新興国ヨーロッパ日本株がいいぞって言った場合は当然そっちに行くわけですよ、お金が。そうなるとその一本足打法で頼っててはいけないということですね。過去何度として運用会社が失敗したのは一本足打法に頼ってきたということなんです。グローバルソブリンしかりということで、それぞれの会社がそういったファンドを立ち上げ、次の手3の手というものを考えていくことが大事であり、そういった意味では我々はできるだけいろんな角度から投資をできるポートフォリオを作っていくことが大事であるということでございます。そういったことで円債です。ここで円債かということだと思いますけど、ここで円債なんです。なぜかというと金利が上がってくるということで、10年国債は早かれ遅かれYCC の解除、マイナス金利撤廃ということになってくると思います。そうなってくると10年国債も 1% を超えてくると、20年国債は 1.7 とか 1.8% になってくるということでございます。そしてそういったところのファンドでなおかつ安いコストって意外にないんですよ。見てください。カテゴリー平均 0.4% も取るんですね。で我々は地域金融機関向けにこういったファンドを作ると大体10ベース以下でやってますから、まさに機関投資家向けファンドをですねご提供するようなもので 0.099%、 これ税込みということでございますので、これだけ低い信託報酬で日本の投資家の方がやはり為替リスク取りたくないと、預金から貯蓄から投資と言いながら初めの一歩を出したいけど、できれば昔あった中期国債ファンドみたいなのがあったらいいなということだと思います。それを円債で提供するということで、安定した利回りで一番下に書いてありますように今でも 1.2% ぐらいの利回りを上げることができるということでございます。もちろん長期のいわゆる金利なので、金利がどんどん上がってくると価格は下がってくるということだと思いますけど、じゃあアメリカやヨーロッパと同じように日本の金利が 3%4% 上がっているかというと、そこまではさすがにいかないんではないかと思いますし、で今ご案内の通り政府を含めた機関投資家がどういう動きになっているかというと、米債を売却をしてそして円債に戻ってきているということですよね。つまり長いですねデュレーションがあっても買ってくれるわけですよ、機関投資家が。ですからある程度価格は抑えられるということなので、安定した利回りを日本の投資家に公募で提供できるということでございますので、これをですね今般発表させていただいたということでございます。そういった意味で繰り返しになりますけど、これだけのラインナップでインデックスプラスアクティブのですねプロモーションですねラインナップをご提供させていただき、積立投資枠では9本、
そして成長投資枠では積立投資枠の9本を含む47本ということで、今私もいろんなところでセミナーやってくれ、新しい NISA に向けてっていうことで、しゃかりきになっていろんな全国津々浦々講演させていただいておりますが、来月も京都で行って講演をさせていただくんですけど、そういったところでは極論にすると、うちの積立投資枠をそのまま成長投資枠でも購入できるんですよという話をしているんです。ですから先ほど積立 NISA で40万円を積み立てでコツコツコツとされた方が、このうちの積立投資枠を使って成長投資枠でも同じファンドで月々30万円を積み立てするというのが一番手っ取り早くて分かりやすくていいですよという話をさせていただいております。ですから大幅に我々の商品の積み立て投資額も伸びていくんではないのかなと思います。そして投資家が今日本株持ってるけど米株が欲しい、米株持ってるけど日本株新興国株が欲しい、株だけじゃなくて債券が欲しい、あるいはスタグフレーションの可能性があるのでインフレヘッジで金が欲しい、そういったものを全部揃えていくということが我々のラインナップの戦略であるということでございます。合わせてプロダクトガバナンス宣言をすでにしておりますので、3つのポイントがありまして、1つはもう本当にあれですね、長期積み立て分散低コストのファンドを徹底的に出していくということで、インデックスファンドの品揃えをできるだけ多く提供していくということでございます。おそらくこれだけの短い期間でこれだけ多くの低コストの商品を出している運用会社っていうのは他にないんじゃないのかなと思いますね。それだけ役職員一同一生懸命頑張ってやってくれてるということだと思います。これだけの短い期間でこれだけの商品を出し、そして残高を積み上げていくというのは相当やはりですね、社員が社務になって働かないと難しいと思いますし、先ほどの三菱さんとか野村さんのどうでしょうか、20分の1ぐらいの人数じゃないですか、うちは。向こうは1000人いるとしたらうちは5、60人でやってますから、そういった意味では本当にあれですね、少数精鋭かどうか分かりませんけど、私は少数でやれば精鋭になると思ってますので、それだけのことをしっかりですね、やっていただいているということではないかと思います。情報提供の開始としてもこれは他社に先駆け、やはり金融庁としても隠れコストの総開示を全部してくれということでございますので、来年の4月がリクエアメントの基準でございますが、我々はこの8月から早速情報開示を始めているということでございます。またアクティブファンドでも今これも問題になってますね。日本の投資信託は本数ばっかり多くて、1本あたりの残高が極めて低いということで、もうボンボンですねアクティブファンドを出して、そして販売会社の手数料稼ぎに使われたというようなですね、言葉悪く言えばそういう形になってたと思うんですけど、それをやはり償還をしていく、そういったことが大事ですね。でそれを当局も推奨しているわけなんですけど、我々も自らそういったことをやっていくということで、当然我々もアクティブファンドというものを過去出してきました。その中では長年やってもなかなかパフォーマンスが上がってこない、あるいは残高が積み上がってこない、そして残念ながら当初設定したコストが極めて高い、そういったものを総合的に判断をする、プロダクトガバナンス委員会を設置し、そして投資家にとって望ましくないファンドは手数料がやはりなくなってもそれはやめていこうと。つまりやめていくということは信託報酬がなくなるわけですから、何百万何千万というものをそれはウェーブしても投資家にとって望ましくないんだったらそれをやめるべきだろうということで、それをやめていくということでございます。右下に記載の通りアクティブファンド57ファンドの中で3年以内に半減をする。これはある一定の期間で半減をするとか3分の1っていうのは一部の運用会社で出してるんですよ。ただ明確に期間を設けて半分というところは他にないんではないかと思いますね。我々57のですね半分、それを3年以内にやるということでございますが、もうすでに始めております。右側のいわゆる10本青枠の囲った上は全て償還したということです。そのプロダクトガバナンス宣言をした後ですね。そしてこの青枠で囲った11から18のファンド、これが今年度中に償還をするということなので、プロダクトガバナンス宣言をした後すぐに
着手をし、これ結構大変なんですよ。というのは我々が償還したいと言っても当然ファンドを販売してくれた販売会社がたくさんありますから、20とか30あればそれぞれの会社に頭を下げていかなきゃいけないですね。これ申し訳ないですけどこれやめていかざるを得ませんということで、それをやるということが大事なんです。まあそれをですねなかなかやりきらないのでそういったこうですねファンドが少なくならないということなんですけど、我々はそれをしっかりやるということで、すでに18本でございますので、57本中18本すでに 31%、50% 中 31% がすでにもう償還をするということでございますので、おそらく3年も経たずにこの半分というですねコミットメントは達成できるんではないかと思っております。左側は先ほど申し上げましたようにインデックスファンドの長期積立分散低コストに資するファンドをどんどん立ち上げるということで、今回も日本国債円債ファンド 0.099% を設定していくということでございます。それだけの低コストでこれだけの利益を毎年上げられるということは、先ほど言いましたようにいかに少ない人数で効率的に運営管理をしていくか、それに尽きるということだと思います。これからはこういったフィーの勝負も出てきますので、そういった意味では図体が大きいだけではなくて、小粒でもしっかりですね、運営管理をしていくことによって残高を大きく増やすことは可能であるということでございます。で、アクティブファンドもですね、我々いいファンドはいくつかありまして、この中小型、日本株の中小型ファンドで、一番下の赤枠の見ていただきますと、これ10年のトラックレコードあるんですね。10年のトラックレコード、つまり我々は評価会社であり常に申し上げてたことというのは、短期の1年3年とかのパフォーマンス比較してもしょうがないです。できるだけ長期のトラックレコードで比較をしないといけません。これ投資家にも言ってます。なぜならば長期のトラックレコードでパフォーマンス上げてるっていうのは、それはリーマンショックやコロナショックやチャイナショック、欧州の債務危機を乗り越えた期間でこれだけのパフォーマンスを上げてるということなので、いかに厳しい環境下でもパフォーマンスを上げてる。ですから半年や1年のパフォーマンス比較をするんではなく、長期のトラックレコードで比較をするんですよと話をしております。一番下10年のですね国内小型グロースの平均が 9.7%、 それが我々の JNEXT が 15.39%、 そして J リバイブが 14.6% ということで、今小型株厳しいですよね。でもハイリスクハイリターンではあるんですよ。小型株が厳しい時もあれば、また小型株が上がってくるということなので、特にアメリカなんかは今小型株厳しいんですけど、2000年のネットバブル崩壊以降、この 1,2 年まではずっと小型株の方が強かったんですよ。ところがここ最近は大型株の方が強い。なぜならばマグニフィセント7というですね GAFA プラスマイクロソフト、テスラ、NVIDIA、ここが相場を引っ張ってますよね。 SP500 じゃなくて SB7 って言ってますけど、7銘柄以外の493銘柄はイコールウェイトしたらパフォーマンス全然上がっていないというのが今のアメリカの相場ということですね。それが崩れてきたのが昨日からということですね。あれだけいい Google の相場、パフォーマンス決算上げても AI が伸びていないということでパフォーマンスが大きく株価が下がった。で、昨日の夜中、今日の夜中に発表したメタプラットフォーム、いわゆる Facebook、素晴らしい決算ですけどアフターマーケットで 3.5% マイナスということですので、今日の夜も結構厳しい環境になってくると思いますけど、ですから大型株もいい時はいいですけど、小型株はこれだけ下がったんだからまた来るよねっていうことなので、長期でパフォーマンスを見るにはいいんではないかなと思います。インド株もインデックス出してますけど、アクティブ、これは実は新生インベストメントマネジメントというですね、我々が合併させていただいた会社が運用してたファンドなんですけど、非常にいいトラックレコードパフォーマンスを上げてるんですね。一番下にですね、14.4% が平均でございますけど、23ファンド中第2位ということで、こちらもですねいいファンドなので、引き続き新しい NISA の成長投資枠でも投資ができるということでございます。つまりインデックスファンドで、コストの低いファンドはどんどん出していきますけど、アクティブファンドも、パフォーマンスが悪い、残高が上がらない、コストが高い、こういったものはプロダクトガバナンスで償還をしていきますけど、一方ではパフォーマンスいいものは
当然にやはり投資家も投資をしたいということなので、こういったものを投入していきますよということでございます。でなおかつインデックスファンドで我々は革命というか革新を起こしてきたと。今度はアクティブでもやりますよということですね。それが円債ファンド、これインデックスじゃないんですよ。ですからアクティブで 0.099% なんです。でこれから左が第2弾スマートアクティブシリーズ、おそらくアクティブファームを戦々恐々とすると思いますけど、今アクティブファンドのこれ資産別で見るこうですね、信託報酬、これ右側見てください、棒グラフ。これがアクティブファンドの信託報酬の平均です。高いんですよ。これをできるだけ安く、例えば円債なんか先ほど言いましたように 0.41% です。たかだか日本国債に投資をするファンドですよ。たかだかって言ったらなんですけど、それが 0.4% 高いわけですよ。普通に考えてください。今 0.4% 取って円債のファンドだったら利回り出ないですよね。マイナス金利なんですから。ですから困りますよ、これ投資家は。ですから今例えば 0.9%、1%、これが 0.099% も十分パフォーマンス出るわけですよ。 0.9% とかしっかりと。こういうことをやらなきゃいけないということですよね。こういうことをやってあげなきゃいけないということですね、運用会社。そのためにアクティブでも低いコストで出していくということだと思います。でガラッと話は変わりますけど、今度は死母です。死母というのは以前から申し上げておりますように、我々が地域の金融機関、地銀さん、信金さん、あるいは建信連さん、そういったところから彼らのプロップの運用ですね、彼らが自前で集めた預金で貸し付けができなかったら有価証券運用をしていく、それの受託をさせていただく、それを死母投信としてファンドとして設定して彼らに運用していただくということで、やはり地銀さん、信金さん含めて金融機関なので、預貯金のライアビリティの安定した運用をしなきゃいけませんので、株よりもやはり債券が中心ですよね。ただし円債の金利が低かったので左側のように外債のニーズが圧倒的に強かった。ただし先ほど言いましたように去年の相場みたいに株も債券もダメです、特に外債は金利が上がっても全然ダメですといった場合には、何か違ったものをやっぱり入れていかなきゃいけない。それがマルチアセットという株と債券のバランスだったり、オルタナティブというですね、株と債券と違った動きをするもの、例えばロング&ショートであるとか、トレンドフォローであるとか、オプションを使った戦略であるとか、あるいはオルタナティブの資産の不動産であるとか、プライベートデッドであるとか、そういったものをやっていくということで、右側見ていただきたいと思いますけど、今我々もそういった戦略にシフトして、その受託の金額が増えてきている。特にやはり円債ヘッジですね。やっぱ円の金利上昇、地域金融機関の全体の占めるポートフォリオの6割がやっぱまだ円債なんですよ。そうすると今のこうやってじわじわじわと金利が上がってくるのは、今まで外債で評価損を積み上げてたのが、円債も金利が上がってくるとさらに評価損が積み上がってくるということですね。となると何かヘッジをしなきゃいけないと。金利上昇のヘッジは、例えば我々が先物で売ってヘッジをしてあげるとか、例えば某銀行の A 銀行が円債のポートフォリオを持ってたとして、円債の満期のデュレーションが10年とかだったらきれいにヘッジできるんですけど、平均すると15年でした、あるいは17年でした、結構あるわけですよ。そうすると15年とか17年に揃えて変動価でヘッジしてあげるってことができるんですね、うちは。そういったことをやってあげるという、要はきめ細かな形でカスタマイズをする。公募も死母も同じですけど、公募もきめ細かに投資家のニーズに沿って合わせて、そして投資家の要望をある程度聞いてあげて、このいわゆるワンピースが抜けてるんだなと、それを我々商品として作ってできるだけ低いコストで提供しようと。死母投資も同じです。彼らのニーズの中で、他の運用会社がなかなかできないぞと。それがぴったりとデュレーションを合わせてヘッジをしてあげてる。それも安いコストでやってあげる。それもできるだけ早くファンドを作ってあげる。彼らが投資をしたいタイミングでしてあげる。これが大事ですよね。それをできるのは我々であるということなんです。こういった形で今さまざまな商品をご提供させていただく。株も債券も下がった場合には、株と債券と違った動きをする。例えば今だったら金とか、あるいは暗号資産のビットコインとか、
なかなかビットコインとかもちろん投資ができませんので、いわゆるビットコインの ETF、現物 ETF があれですね、アメリカの方でもうあれですね、申請が下りたら日本でも投資の可能性があるかもしれませんけど、そういったいわゆるこの株債券もダメな時どうするかということで、それが一つの会としては SBI グループとして英国のマングループ、そしてアメリカの KKR とジョイントベンチャーを立ち上げるということで発表させていただきましたが、このジョイントベンチャーが立ち上がるまでの期間というのが少しラグがありますよね、タイムラグが。その間にじゃあ SBI アセットマネージメントで運用してあげましょうということができますので、例えばマングループというのはオルタナティブでもオルタナティブ戦略、先ほど言いましたようにトレンドフォローとかロングショート、そして KKR はオルタナティブの中でもオルタナティブの資産、プライベートエクイティとかプライベートデッドとかインフラストラクチャーとか不動産とか、それぞれ分かれるんですよ、オルタナティブでは。そういった両方ともう本当に世界有数の会社と提携を組むことができましたので、そういったファンドを特に死亡投資にする、あるいは公募の富裕層に提供する、あるいはもっと言うと万の商品なんかは1万円から投資ができるような形でしてオルタナティブの民主化を図っていく、そういったことを提供していこうと考えております。このいわゆるシステム統合なんですけど、SBI アセット地方創生 SBI ボンドインベストメントというのは昨年の8月に3社合併を遂げ、今この3社が SBI アセットマネージメントになってですね、でなおかつこの4月に新生インベストメントマネージメントと合併しましたので、今4社一緒になってるわけなんですけど、当然システムはみんな違ってたわけなんです。でまずは去年統合した3社のシステムを一生懸命ですね、鋭意努力をして、そしてシステム統合していったということで、もちろんベンダーさんのですねご協力もありながら、これ14ヶ月やると結構異例なんですよね。金融機関ですし、それだけ社員のメンバーもベンダーの方も一生懸命ですね努力してくれたということで、わずか14ヶ月で3社のシステム統合を図り、当然コスト削減につながるわけですよ。でなおかつ、今年の4月に合併した新生インベストメントマネージメントのこのシステムを、来年の7月をめどに統合していくということで、これでこの4社のこのシステム統合だけでも十分なコスト削減になってくるということでございます。もちろんトップラインも上げていくということですが、いわゆるですねコストもしっかりと抑えてやっていくということで、これから本当に厳しい環境が訪れる可能性はあるかもしれない。ハードランディングっていうのも当然あるかもしれない。その中でやはりしっかりと我々は準備をしていくということが大事であるということでございます。ファイナンシャルサービス需要ですが、少しご心配をされた方も多かったんです。つまりモーニングスターのブランドを変換したことによってモーニングスターの評価情報というものがだいぶ25年間やってきましたからね、25年間で浸透していけるのは大丈夫かということなんですけど、いわゆる変換の際に私が申し上げたのは、私どもはこの一番下の投資家主権の確立に貢献するこの思いやこの理念は変わっていませんよということなんですね。つまりじゃあこのファイナンシャルサービスで何をするかというと、結局は的確な情報発信をしていくということ、それはコンテンツやデータやツールや投資教育や投資助言をしっかりやっていくということ、それは直接一番右の個人投資家に訴えるものもあれば、販売会社経由で提供するものもあり、あるいは運用会社のサポートするようなものもありということで、とにかく対面の販売金融機関、ネットの金融機関、運用会社、個人投資家、確定拠出年金の採用企業の会社、それぞれに我々の的確な投資情報とか投資助言を提供していく、これが最終的に投資家試験の確立に貢献していくということではないかと思っておりますので、これを地道に愚直に25年間やってきたのをまたこれから続けていくということだと思います。そんな中でこの対面金融機関が使っていただいているウェルスアドバイザー社のウェルスアドバイザーというですねタブレットアプリもですね、11万5,000台までなりました。つまり11万5,000人の営業員、ファイナンシャルアドバイザー、そういった方が使っていただいているということですね。で今522社になっているということで、引き続きこれだけですね伸びてるにもこれだけの台数や
社数にもかかわらずまだまだ社数や台数や増やすことができているということでございますけど、だいぶやっぱ行き渡りましたので、今度はその行き渡った会社にいかに付加価値の高い情報を提供していくか、そのいわゆる、段階になってきたなと思っております。そんな中で一つのですね、アプローチですが、真ん中に記載の通りフェーズ2ということで、顧客情報との連携ですね。つまり例えば横浜銀行さんとか、あるいは千葉銀行さんとか琉球銀行さんとか、それぞれの銀行さんに我々のウェルスアドバイザー入ってます。そこの顧客情報とリンクすることによって、お客さんのところに外商に行く、あるいはお客さんがテラーの窓口に来た時に、このファンドはこういう特徴ですよと、比較をするとこういうですね、メリットデメリットがありますよというのが今できるわけなんですけど、実際もうお客さんはすでに買ってる、あるいはこれから買おうとしている中で、お客さんの情報がピュッと出てきて、お客さん今現預金こんだけありますねと、そして今私どもから買っていた保険がこんだけありますねと、そういった形でお客さんのいわゆる情報が俯瞰して見えて、そしてちょっと保険多いですね、投資に切り替えますかと、定期預金がちょうど満期に来ますから投資信託買いませんか、今買ってる投資信託がちょっと利益出てるのでちょっと利益確定してもう一つの違うファンド買いますかというふうにした方が当然いいですよね。ところが顧客情報をリンクしているところっていうのはまだ少ないんですよ。でやはり今私も頭取とか役員のところに訪問して、やっぱこれリンクした方がやりやすいよねということで、そしてより付加価値のあるあれですね、アドバイスができるよねということで、このいわゆるですね、顧客情報の連携というものがまだまだ一社一社ですね詰めるのは時間はかかります。これやはり銀行とかの基盤をやっぱりいじらなきゃいけませんので、経験ですからすぐにですねやりたいって言ってもですね1ヶ月3ヶ月でできるわけじゃないんですね。ですからこういうふうに少しずつですけど導入検討入った中で提供中というものが1社2社ずつかもしれませんけど増えていく、増やしていくということが大事であるということでございます。でそれに加えてウェルスアドバイザーだけじゃなくて、これも従前から申し上げておりますが、ライフプランですね。お客さんのライフプラン、よく保険会社の営業マンがこういったライフプランのツール提供していると思いますけど、我々のライフプランツールっていうのは本当にビッグデータで、その地方先だっても和歌山とかに訪問したんですけど、和歌山県というと和歌山県のですね不動産の情報が出てきたりとか、和歌山県に属する大学のいわゆる学部の学費まで出てくるとかですね、あるいは上場企業全部これ賃金カーブが出てますので、お勤めの方がじゃあ自分のですね、賃金カーブがどうなって将来どれぐらいの収支になって収支が合うのかどうかというようなものを分析できるというのがこのライフプランツールであるということで、これ介護の情報とか相続も入れられるんですね。そうすると普段お客さんと口頭で話すのがそこまで情報が得られなくても、このツールを使うことによってお客さん一人一人の緻密なプロファイルができてしまうというんですね。つまりお客さんが本当は口頭では話したくないんですけど、いや今実は息子が生まれて娘が今就職活動やってて実は親が介護でっていうことをこのデータに入れられるということなんですよ。そうすることによってそこで投資信託の販売が制約ができなくても、それだけの情報が入ればいろんな提案できますよね、銀行が。じゃあ相続のために不動産のですね家建てませんかとかですね、そういったこともできるということなので、これは非常にパワフルなツールですので、これが入ることによってまた我々のフィーがプラスオンされるということでございます。またこれは対面ではなくて非対面のオンライン証券とかネット銀行が我々のオンラインに掲載するツールを使っていただくというのがこれ119社になっているということなんですけど、これはネット証券ネット銀行だとそれほどありませんけど、これだけの数をあるっていうのは対面の金融機関のウェブとかアプリ上に使いたいということで、例えばこれ一例ですけど、メガバンク3社それぞれいろいろ入ってるんですけど、三菱 UFJ、SMBC、みずほ、そして右が千葉銀行、肥後銀行、武蔵野銀行、うわーっていろんなツールありますよね。これ全部我々の自社開発なんですよ。自社開発でSaaS モデルとして提供しているということですね。サブスクライバーモデルということで、つまりこれを一つ一つ入れていただくと、じゃあ月々これ5万円ですね、月々10万円ですねっていう形で取っていくと
いうことで、先ほどのウェルスアドバイザーとライフプランは対面が使うツール、こちらは彼らの非対面でアプリに掲載する、あるいは彼らのサイトに掲載する、それをこうですね掲載することによって、よく私が申し上げるのは、いや頭取これね、うちのツールをこれアプリに掲載すると意外と使ってくれるんですよ。なぜならばお客さんで御校のアプリに訪問される目的はおそらく残高紹介でしょうと、あるいは振り込みでしょうと、振り替えでしょうと、場合によっては決済もできるでしょうということなんですけど、あれこれ運用のツールこれ使えるんだというと、ここで結構立ち止まって使ってくれるんですと。そうすると滞留時間が長くなればなるほど、そのまたいろんなですねサービスを使ってくれる可能性があるということですよね。でそこでアプリで運用のツールを使ったことによって、ちょっとこれよく分かんないなと、ちょっと連絡したいなっていうと、そこでコールセンターにつながるとかね、そこで支店予約できるとか、そういったこう流れができるということなので、ですからこういったツールをどんどん入れていただくことによって、いろんなこうサービスの展開ができますよということでございます。で新しい NISA で私ども SBI アセットマネジメントは商品を提供する。で我々ファイナンシャルアドバイザーウェルスアドバイザーは何をするかというと、評価をしてあげる。今対面の金融機関が新しい NISA に向けて非常に悩ましいのが、左側の四角で囲ってありますように、成長投資枠で除外される資産というのがあります。特に丸2ですね、対面の地域金融機関含めて今の売り筋っていうのは毎月分配型なんですよ。ところが成長投資枠では毎月分配型のファンドは売れないということなんですね。そうするとどういうことを考えるかというと、まず運用会社は毎月分配型じゃなくて隔月分配を考えるということですけど、それが本当にうまくいくかどうか分かりませんと。でもっと言うと、対面の金融機関は毎月分配型ではない商品戦略を考えていかないといけない。ですから今までの商品戦略を一から見直さなきゃいけないということですね。そうすると自分たちは本当に見直せるのかということなので、我々が旧モーニングスターがやったらラインナップ分析しましょうねと。じゃあこれは残してもいいけどこれは違うファンド入れた方がいいですよっていうようなアドバイスができるということです。そういったニーズがもう相当拡大しているということなんです。で先ほど申し上げましたがフェアです。この間宇都宮、私も行ってきました。足利銀行と提携して宇都宮で350名です。宇都宮だったらしてるかもしれませんけど、東京でも350名集めて結構大変なんですよ。それが宇都宮だったら350名、それだけやはり前のめりなんですね、新しい NISA。それだけ資産運用しなきゃいけないということなんです。つまりインフレの状況の中で資産の価値が目減りしてしまうと、何か運用しなきゃいけないというですね、投資家消費者がだいぶ増えてきたということです。もう非常に盛況でした。で来月京都でやります。そしてその後、大手の SMBC2000 名規模ということでございますので、ここにはこう掲載できませんけど、地方いろんなところでこれぜひやりたいということで、この間も青森行ってきました。秋田行ってきました。浅川さんぜひやりたいと。11月できないのと、このフェア。さすがに11月だということなんですけど、でもおそらくやってきますよ、どっかのタイミングで。今までコロナの前では全国いろんなところでやったんですけど、コロナの前以上にいろんな地域からぜひこれを一緒にやってくれないかという要望が多いです。我々のいわゆるマネタイズという面では、こういった協賛会社がいっぱい入ってくれることによって我々のフィーが入ってくる。つまり先ほどファイナンシャルサービスのメディアソリューションということで前年対比 24% 増収になりましたということですので、この下半期来期は期待をしていただいていいんではないのかなということでございます。でもう一つ企業年金マーケットですが、ここもやはりしっかりとご案内していかなきゃいけないということです。今資産運用立国ということで岸田首相中心にいろんなことを考えられてますよね。その一つがアセットオーナー、いわゆるですね企業年金のですね個別の開示をすべきじゃないかと。どこどこ企業の年金のパフォーマンスがこんだけ上がってますということで、これは相当抵抗あるわけですよ、企業側としては。で一番はこの左側のディファインドベネフィットプランですね。
企業年金やってるところっていうのはそれは勘弁してくれということで、もっと言うと左側ってあんまり伸びてないんですよ。右側のやっぱり企業型確定拠出年金、これは企業ではなくて企業が拠出してあげて従業員のために、従業員が自らこのラインナップで選んで投資をしてくださいということなので、これはもう1000万人ぐらい伸びて、これイデコも含むですけどね。で残念ながらそうは言いながら、この右側というのがしっかりと投資教育もなされていないし、商品としてはコストのですね高いのがまだたくさんあるということなんですね。以前はご存知のように企業型確定拠出年金のファンドの方がコストが低いから、まずは DC から運用しなきゃいけませんよと言ってるんですけど、今逆転してるわけですよ。これだけ我々が公募投資で低いコストのファンドを出してますので、企業年金に入っているファンドがコストが今高くなっているということなんですね。ただし従業員向けに企業側は何をしなきゃいけないかというと、まず一丁目一番地には投資教育をしてくださいと。これは必ず従業員のために努力義務ですよということなんですけど、赤枠で囲っておりますように一番上の導入教育はしてるわけですよ。確定拠出年金とはこういうものですよと。ですから、明日から皆さん方が、制度変更になりますから、皆さん方自身がこれだけの拠出額一人一人違うので、この中から選んで運用するんですよっていうような程度の教育しかしてないんですよ。本来であればやはりこの継続教育をしていかなきゃいけないということなので、ここに我々はビジネスオポチュニティがあるんではないかと思っております。そういった意味ではこの今回モーニングスターから SBI グローバルアセットマネージャーが変わりました。で旧モーニングスターがやってたのがウェルスアドバイザーのこれ投資教育、投資助言です。いわゆるじゃあ事業主がやらないんだったらうちがやってあげましょうかと。投資教育、投資助言、うちがいいアプリありますよと。これアプリで投資教育やれば A 社の従業員の方がこれでシミュレーションできるじゃないですかというようなこと。そして今ラインナップとして不満があるんだったら、実は SBI アセットマネージメントでこれだけの低コストのファンドがこれだけラインナップあるんですよと。それを御社で入れたらどうですかということが両方いけるわけですよね。でこの SBI アセットのファンドなんかもしも一社でも入ろうものなら、さっきの積み立てと一緒ですよ。積み立て投資と一緒に、DC マーケットでみんな積み立てで買っていきますから、マーケットがこんな状況で日経平均が668円下がろうが、円が150円いこうが、金利が1% いこうが、もうフーケアですよ。もう必ず積み立てで投資をしてくれるということなので、こういったA 社 B 社 C 社 D 社、私も自らいわゆる人事部長とか人事役員の方に訪問し、我々の導入するメリットというものをご説明してますが、非常に感触いいですよ。これだけの投資教育をやってくれるのかと。やっぱ商品は実は不満なんだということなので、ここにチャンスがあるんではないのかなと思います。ちなみにですよ、我々 SBI グループの SBI ベネフィットシステムズっていう運営管理機関があるんですけど、彼らからいただいたデータでいうと、やはり我々の商品がトップに入ってるんですよ。コストが低いから。これはSBI ベネフィットシステムだけじゃなくて、運営管理機関ってもうたくさんあるじゃないですか。ね、それこそ野村証券、大和証券、みずほ銀行、三井住友信託銀行。そういったところのランキングはどうか分かりませんけど、おそらくうちのようなファンドよりも圧倒的にコストが高いんですよ。今ラインナップさせてね、分析させていただいておりますけど、例えば一番上のインデックスファンドなんか 0.4% 取ってるところあったりとかね、うちは 0.09% ですから、もう明らかに違いますよね。本当はそういった商品を低コストを提供しないと事業主としては責任があるわけですよ。アメリカなんかは401系マーケットが大きく伸びて、アメリカのいわゆる事業主が訴訟されますからね。あなたのせいで私が退職した時には全然資産が増えませんでしたというふうになるということなので、ここはチャンスかなと思っております。でアプリにつきましては3つのアプリがありますけど、ずっとこれ伸びてますけど、3つともこれ統合しようかなと思っております。これ統合することによって、コストも削減でき、そして利便性も高まります。先ほど言いましたように、投資信託と株と暗号資産が別々で開くんじゃなくて、投資信託と株はダメだけどビットコイン上がってるぞと、 XRP 上がってるぞということが見えるじゃないですか。ですから一つ一つアプリを開くよりも、一つの我々のアプリで国内海外の株債券投資、
そして暗号資産、そういったものが見れたら便利ですよね。そういったものをアプリで提供していくということでございます。また IR につきましても SBI 証券が主幹事副幹事たくさん取っておりますので、そういったところを含めて彼らの IR の悩みって大きいわけですね。我々も今のこういう会社説明会含めて IR をどうしていったらいいのかということで、そういったこういう会社説明会をアレンジさせていただいたりとか、あるいは右側にあるように分析レポートを書かせていただいたりとか、株式新聞オンラインで記事を配信させていただいたりとか、こういった IR のニーズも相当高いので、これは旧モーニングスターのところじゃなくて旧株式新聞のところでやってたものをですね IR サービスとして提供していくということでございます。長くなりましたが、最後株主還元としてはもうすでに公表させていただいておりますが、今中間期も25銭、増配をさせていただき8円50銭、配当を出させていただく。2019年3月期の中間期から我々中間配当をさせていただきましたが、記載の通り中間配当開始後、常に増配を続けているということでございます。通期におきましては今期、15期連続というものを目指しておりますが、今2023年3月期はまでは14期連続増配を継続中ということでございます。で、中間の株主優待はありませんけど、期末の株主優待 XRP 等を配布させていただいておりますが、過去2019年9月から配布した XRP、これは途中1万円とありますが、1元単位ですね、1元単位から5単元未満の方が、我々をずっと購入してたらという前提でいくと、276XRP をすでに配布させていただいているということで、過剰平均55円と、今 XRP 上がっているのは83円ということでございますので、多くの投資家の方がこの XRP でも利益を出していただいているんではないのかなと思っております。またご案内のとおり、私ども東証一部プライムに上場しておりますので、すでにトピックスには採用銘柄になっておりますが、今般8月末に JPX 日経400にも採用され、そして日経連続増配株指数という日経新聞が出している指数ですね、これもですね70銘柄を上限に上位順番に増配の順ですね、1位が買おうということで40年ぐらいですかね、増配続けているということで、我々が17番目かなんかでしたけど、14期連続増配を続けているということでございますが、ちなみに連続増益増配というものが実は買おうとかもやっておりませんで、我々や小林製薬含めてわずかにまだ3社だけということでございます。最後になりますが、株主数でございますが、こちらもおかげさまで企業価値を順調に上げ、そして株主還元もしっかりやることによって今5万7,000人の株主数におかげさまになっているということでございます。改めまして日頃からのご愛顧感謝を申し上げます。株主優待の開始、そして東証一部上場、これが大きいと思いますが、ちなみに赤枠で囲っているのがこれが何度も言いますけど、事業についても株主についても減るんじゃないかというご心配をいただきましたが、むしろブランド返還後も株主数は上がっているということでございますので、ブランド返還後も我々に対する期待というものは変わっていないということではないのかなと思っておりますので、引き続き厳しい環境を冒頭申し上げましたが、円安、株安、債券安、トリプル安ってなかなか経験できませんけど、そういったのは過去何度も我々経験しております。その中でもそれを打ち返して増収増益を続けているということなので、引き続き下期に向けてもしっかりと企業価値を上げていくということをやっていきたいと思います。以上ご説明を終わらせていただきました。ご清聴ありがとうございました。